私好きなポイントです。可愛いな、長く見えるみたいなのあるじゃないですか。あらおしゃれ。ネガティブポイントにはならないタイプ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら BMW の220グランクーペ M スポーツです。こちらですね 220D ディーゼルの方もラインナップにありますけれども、内外装は双方とも同じということでですね、一つにまとめまして今日はお届けしたいと思います。非常にインテリアも綺麗なんです。ぜひね今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。1層目2層目トップコート、いや大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。さあそれではフロントフェイスからいきたいと思います。このグランクーペ、グランクーペという名前がついておりますので非常にクーペライクなボディが特徴です。2シリーズですので FF ベースのですねプラットフォームになりますけれども、それを感じさせない BMW らしい力強さと流麗さっていうのを兼ね備えたのがこの2のグランクーペかなと思います。まず個人的にやはり力強さっていうのを感じさせるのがこちらのボンネットフードだと思います。パワードームといいますか、非常に切り立ったですねキャラクターラインが4本も入っていて、このドラマチックさというかね、陰影の強さというのをこのボンネットから表しています。さあ最近何かと話題の BMW のこのキドニーグリルですけれども、こちらのですね2シリーズに関しましては横広のタイプが使われていて、非常にこちらも流麗です。この BMW のプロペラのエンブレムのところにもですね切り込みが入っていますので、ここでですね、プレミアムコンパクトらしいですねパキッとした強さっていうのをですね表しているかなと思います。ここも私好きなポイントです。はい、キドニーグリルです。実はですねこの周りがイルミネーテッド、つまりですねここ光るんですよね。でこのグランクーペに関しましてはこのガソリンモデルとそれからディーゼルモデルは縦とこれから斜めのねこのモチーフがグリルの中に入ったものになってます。でここはですねセンサー類が入っている場所ということでですね結構黒いです。そしてこの下にもですねそのボディの黒さというのを表すところがあって、結構ねこのガーニッシュからそのアンダーのグリルに関しましてはすごくね開口部が大きくて、この2シリーズに関しましては1と同じコンパクトセグメントに入りますけれども、十分にパフォーマンスを感じさせる BMW ファミリーのね一員だということをすごく強く感じさせるようなそんな大きな開口部がついている、これもかっこよさの理由じゃないでしょうか。ちなみに他モデルと同様ですねアンダーグリルのところにも少しねナンバーの弊害で分かりにくいんですけれども、ここがちゃんとスプリットされていて、非常にここもですねデザインの統一性を感じさせます。イルミネーテッドされていると聞くと多分ね見たくなると思いますので光らせてみましょう。さあこれで光りましたでしょうか。それではハザードつけたいと思います。今日は曇りなので見えやすいかなと思います。ちゃんとこのキドニーグリルの周りが光っているのがお分かりいただけるかなと思います。そしてライトなんですけれども、実はこれねちょっとね動画では伝わらないかもしれないんですけれども、このターンランプがふわって光るんですよ。チカチカ光ってるんじゃなくて少しこうトーンを持たせてだんだん強くそして弱くっていうのをこう早く繰り返している感じのふわってつく感じがめっちゃラグジュアリーです。かっこいい。ライトの表情はですねこのターンランプがメインのランプのこう光源をですね挟むように2列になっているといったような感じです。このチラチラ感がなく全部綺麗に光っていると思ってください。はい、それではサイドビューです。めちゃくちゃ綺麗ですよね。このボディの形状が本当に綺麗なんですけど、実はですね大きく見えません？全幅1800以下です。ですから大体どの駐車場でも入るよという結構日本の道にですねぴったり合ったサイズ感になっているっていうのがまた魅力です。ごめんなさい、今回すごい私熱が入ってると思うんですけど、実際に私このサイズの車今またガチで検討してて、すいません車買いすぎてちょっとね私の中でいい選択肢なんですよこれ。かわいいな。でしかもですよすいません本当にテンションが上がりすぎちゃってすいません。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。私実はこの世代ぐらいまでこの BMW の2シリーズにあんまり興味がなかったんですが、このグランクーペはものすごいいいなと思ってます。まず本当にデザインが綺麗だと思うんですよね。はい、このラインで見ても
このラインで見てもすごく綺麗だと思います。コンパクトセグメントらしくですね、小さい車の方がこういうキャラクターラインをつけてね、そう圧縮感、凝縮感っていうのを出すんですけれども、このラインの入れ方がものすごくシンプルです。ドアの真ん中にですね1本スーッと薄く線が入っていて、それがリアライトまでつながっていく。でフェンダーのところはブリスターとかもほとんどなくですね、すっきりと見せているという上品さとアグレッシブさっていうのを両方出してますよね。今井さん、お洋服毎回車に合わせて選んですごいですねって書いていただくこと多いんですけど、毎回逆にごめんなさい、たまたまです。すごくないですか本当にたまたまなんですけれども、まあそれは引き寄せなのかなと思うんですけど、これだけじゃなくてこの下にですねちゃんと黒を持ってくることによってこちらも設置感というのを感じさせますね。やはりこの黒でサンドイッチすることによって車がキュッと引き締まります。さあそしてタイヤとホイールです。ここが個人的にはですねちょっと不満なポイントではあるんですけれども、もう少しショルダーの張ったタイヤを選んだらもっとかっこよくなるんじゃないかなと。私多分この車買ったらタイヤそこを変えると思うんですけど、それは装着されているグッドイヤーが悪いとかではなくて、私のルックス的な問題ですよ。ただの好みですけど、イーグル F1 が入っていますので、スポーティネスっていうのには溢れたタイヤかと思いますが、ここがね少し空いてる感じがするので、もうちょっとこのねショルダーが立ったタイヤにしたいなっていう、個人的には私はミシュランが大好きなので、これだとミシュランにしたいなって思っちゃいますけれども、それでもですね18インチでここまで大きくですね見せているっていうそのデザインの特徴っていうのはあると思います。M スポーツなので、その M スポーツラインのですねホイールがしっかり入っております。このホイールも非常に凝ってますよね。その安さっていうのを感じさせない。今正直ですねコンパクトセグメントって BMW が一番質感がいいようなジャーマン3の中でね、そんな気がしてます。ちょっと雪の結晶みたいで綺麗ですよね。さあそしてこのですね C ピラーのところに2という文字が入りました。これもですねX3 じゃなくて X2 とかでもここにモチーフを入れるというのを一番最初にやった BMW ですけれども、こういったところにですねこうチャームを持ってくるというのもデザインのね今の欧州のトレンドでもあります。でもなんといってもやっぱりルーフラインがすんごい綺麗ですよね。これこそやっぱグランクーペならではの魅力かなとも思います。はい、それではリアビューです。リアビューも本当に美しいと思います。これですね一番上位グレードになるとここにですねスポイラーが入るんですけれども、ベースグレードはかなりつるんとしたですねシンプルなリアビューになっています。このトランクのところもですねすっきりとしていて、ここも逆にこっちの方が好きという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で220ガソリンなので220しか入ってませんけれども、ディーゼルの方はここに D が入るといったような感じです。はい、この世代のライトは非常に複雑です。中にですね凝ったモチーフがたくさん入っていて、まるで矢印のように外側に向くようになっていて、これも後ろから見るとこうワイドに見せる、ね、ちょっと視覚効果というかですねこのね矢印の外向きか内向きかで長く見えるみたいなのあるじゃないですか。そういう効果もうまく使っているのかなと思いますけれども、かなりですね腰実はそんなに高くないんですけれどもローにそしてワイドに見せているっていう視覚効果もあると思います。光らせましょう。はい、これでライトついてるかなと思います。はい、ハザードします。で今ブレーキランプを踏んでいます。はい、申し上げた通りこちらが矢印のようにね外に向かって広がっていくような形をとっています。そしてリアのターンランプもふわふわふわクレッシェンドみたいな感じで、すごくですねふんわりとつきます。ここが美しいところかなと思いますし、このクラスでこれだと高級感すごくありますよね。さあ最上位にはですねX ドライブ4駆の M235 がありますけれども、そのディフューザーとは形状が違います。だからリアビューの方が違いが分かりやすくて、ここがつるっとしていてこの下にですねマフラーがないのが、そのベースグレードという形になります。でもその左右にちゃんとディフューザーが立ってて、ここもですねあまりそのベースグレードらしいですね感じが受けられないというか、ちゃんと高級感がもうすでにあるような感じです。実はそのトランクリッドのこの下のところもここがですねすごいこうほらね立体的になってるんですよね。ここも造形的に美しいというか面白い部分でもあると思います。はい、それではラゲージスペース開けてみたいと思います。グランクーペですから期待をなんということでしょう期待してなかったんですけど奥深っ。こう開くのね。ちょっとつい喜んでしまいましたけれども、なぜならばはい全貌が明らかになったでしょうか。この深さすごいめちゃくちゃ荷物が入りそうです。こういう時にこそゴルフバッグ持ってきとけよっていう話なんですけれども、
私の三脚ってすっごい伸びるんですけど、それが見てこんなに入る。これで分かります？なんとなく余計に分からないこの三脚がですよ、どのサイズかというとこのサイズなんですよ。すごくないですか？この私の顎のところまであるぐらいのサイズが横に斜めに入っちゃうっていう、これすごい広さです。しかもまだある？すごい、まだあるストレージが。で下に資料が入っていますけれども、この中にですね、普段使わないようなものを入れて、で上にはよく使うもの、その時使いたいものを入れるみたいな。でしかもですよ、この中にスイッチがあって、ほらパコンで、これでトランクスルーになるんですよね。ちょっと今回倒れませんけれども、これもいきますね。パコンということで、これでロックが外れまして、はい、トランクスルーになるというものでございます。すごい荷物も入りそう。すごい。さあ、それではインテリア行きたいと思います。唐突に車の色が変わりまして、でもこちらはディーゼルでございますが、ディーゼルなんですけれども、設定はですね両方ともにできます。ですから今回ですね、そのインテリアの撮影のためにお借りした車が、ちょっと前からお見せしましょうか。すごい色なんですよ。はい、なんとパープルです。すごく深いパープルなんですけれども、これ日が当たるともっとね、サイドが高くキラキラっと光るので、これまたね個性的な色ですよね。こんな感じのボディカラーの設定もあります。でこうなるとまた少しですね、ちょっと雰囲気が変わりますので、これもまたね好きな人いらっしゃるんじゃないかな。個性的ですよね。はい、というわけで、しかもですね組み合わせていただいたのがホワイト内装、めちゃくちゃ綺麗ですね。でハーマンカードンのオーディオも入っていますし、そうこういうところがねやっぱりねプレミアムカーっていいですよね。でM スポーツなので M のマークがスカーフプレートにも入っています。そしてシートがですね、今回これは共通ですけれども、このレザーが入っていて、このシートの背中のところにはパーフォレーションが入っております。そしてヘッドレストもコンパクトで、結構ねちょっとセミバケットみたいなセミバケットみたいな感じでですね、スポーティーなシートが入っております。でもちろんね電動のアジャスターがついているといったようなものなんですけれども、それ以上にもうインテリアが、コンパクトセグメントと思えないぐらいやっぱり綺麗なんですよ。ちょっと乗っていきましょう。はい、正直ですね、その BMW ってね一時期そのインテリアがあまりにも簡素でというかね、すごくその男らしすぎてですね、私乗るにはちょっと男っぽすぎるかなと思ってた時代があるんですけれども、払拭してますよね。今回はガラスルーフも入っていますので、とっても車内も明るいですし、エレガンスにあふれているんですけれども、どこか硬派といったような結構ねいいその働き女子にとっていい落としどころになっているっていうのがまた憎いなと思うんですよね。これちょっとねほらね、ちょっとキドニーをね模したようなこんな感じの、スタータースクリーンにもなっていて、でスタートストップボタンがここにあります。それでは押していきましょう。いきますね。いやもう聞こえました。これでディーゼルですよ今回そのディーゼルですので、前回のぜひね試乗編この後でお届けするので、この前にX3をお届けしてたのはガソリンなんですけれどね、まずガソリンエンジンから次試乗していくのでぜひご覧いただきたいなと思いますが、こちらはディーゼルなんですけれども、室内は何も変わらないですね。こういうところにね今回 M スポーツなのでステッチが入ってるんですよ。これねシボに見えてシボじゃないの、ここ1枚貼ってるんですよ。でその上にこのようにステッチが入っているので、シボにあたかもステッチが入っているようなすごく面白い細工になっています。そしてこれです。これ実はですねアンビエントライトになっていて、カラーが変わるんですよ。でこのライトがどこだろうな、ちょっとね初見でやっているのでもたもたしちゃったらごめんなさいね。はい、オープン時にライト、アンビエントライトですね。このアンビエントライトが入っているのがですねいろんなところにあるんですけど、今カラーも選べますね。これを変えると今どこが変わってるんだ、なるほど、なるほどね。ごめんなさいね、自分だけ楽しんで。どこが変わるかというとですね、もうここが変わってますね。すいません、私が今手元で見えてなかったんですけど、こんな感じでもうカラーが変わっていくんですが、ここだけではなくてちょっとコントラストが違う色にあえてしますね。はい、こんな感じでこの中がどんどん変わっていきます。でここだけじゃなくて実はここにもあるの。
ここ分かりますかね。明るいので分かりにくいかもしれないんですけど、今グリーンにエメラルドにしまして、これブルーにしました。はい、そしてパパイヤっていう色にしましたね。変わっていきますよね。でおそらく多分ねこの辺にも入っているはずなんだよな。明るいのでなかなか見えないですけれども、こんなその光の演出みたいなのが各所にあって、あ、もうメーターの中も連動してるんじゃない？ほら、あらおしゃれ、あらおしゃれです。こういうのってもう1回設定したらなかなか買えないかもしれないんですけれども、やっぱり自分色にできる、もうあるとないでは違うんですよ。やっぱり素敵ね。ここなんかいろんなね色にしておけるっていうのもとってもいいんじゃないかな。ちょっと私はフラミンゴっていうね気分が上がりそうな色にしておきますよ。でこういうライトのアクセントであったりとかいうのも変えれるし、あ、そうか、だからこの色の濃度も変えれるのね、これで。はあはあとか言ってでそんな感じでこのインターフェースがですね、この1枚の板になりました。この1枚の板がですね使われている中身に入っているのが、以前国際試乗会とか新しい世代のミニとかでもお届けしましたけれども、OS9 という第9世代のもう OS が入っていて、これオウンド OS ですごくいろんなですね、今後の可能性を秘めているといったようなものです。なので外部のこういうアプリとかも使えるし、もちろん Android とカープレイとかにも対応しているっていうところがすごく面白いのと、あとですね、このマイモードっていうこういうね自分の好きなモードにしておけるっていうのもあるんですよね。このスポーツは例えば視覚的にこのようにスポーティネスっていうのを感じさせるような視覚的な効果もありますし、ドライブモードとも連動しているといったようなものです。あとはこの中でですね、OS9 になっているので他のアプリとも、連動しているので、例えば YouTube 見れたり Netflix 見れたりとかいったようなことが電話を接続すると可能だったりもします。であともう一つ、これ私持つのにいいなと思ったんですけど、実はこれデジタルキーというかカードのキーなんですね。これだけがキーです。で物理のキーも普通のね大きい物理のキーもあるんですけれども、このカードキーでもロックできて始動できて、そして発信、もちろん停止までできると。これぐらい軽かったらもう良くないですかっていうか、全部これで良くないですかって思うんですけれども、これでちゃんと解錠します。これぐらい軽かったらね、本当にもうお財布の中に入れっぱなしでよくないですか。物理キーは旦那に任せて、これは私がとかね、家に置いといてとかね、そういうのもできるかなというふうにも思います。そして、ここに非接触充電があるのかな、非接触充電マークですよね。ここに非接触充電があるんですけど、この下にもちょっとした物置きがあったりとかして、意外とその物置としても機能的になってます。だから新しい世代ね、これですよね。シフトのレバーと、それからこの音楽のボリュームのボタンとかがですね、ここに関しては左ハンドルのベースのユニットなのかなっていうのを感じさせるレイアウトではあるんですけれども、実際問題こことここがねこうなったとしてもそんなに対して使用感に差はないので、形的に左ハンドルっぽいなとは思いますけれども、それも含めてええやんかと、別にそれぐらいええやんかと、そういう感じもします。で、USB のタイプ C が2つあります。とにかく綺麗ですよね。いや、とにかく綺麗ですよね。これでもちょっとコンパクトセグメントの中で飛び抜けてませんか。ここまでゴージャスになってるとすごく気分がいいです。さあ、そしてリアシートいきましょう。リアシートもすごい広いっていうわけではないんですけども、必要にして十分ですよね。はい、私のドラポジに合わせて、ちょっとシートを前にスライドさせてみました。そうするとこれぐらい足の前にですねゆとりができます。これもやっぱりクーペならではの良さだなっていうふうに思うんですけれども、やはりですね後席に余裕があります。すごくないですかめちゃめちゃ膝前に余裕があるっていう感じです。でこちらは3ゾーンになっていて、エアコンもちゃんと後ろ効きますし、後ろにですねタイプ C もあるといったような感じです。で助手席目いっぱい下げていると、ニークリアランスはこんなですけれども、少しね後ろに人乗るときは助手席の人に前に倒してもらえさえすればこんな感じなんですよね。でシートが割と寝ているので、ここもシートしっかり硬くてですね座りやすいなと思わせる部分でもあります。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。
すごくその腰がねこう切り立っているというか割とこう椅子がしっかりしている感じではありますね。これ見てください。こういうことです。でヘッドクリアランスはやっぱさすがにグランクーペなので、あとね思った以上にヒップのレイアウトが高いです。でこのレイアウトによってめちゃくちゃ背の高い人とかはもしかしたら難しいかもぐらいの感じの居住性です。ただグランクーペ買う人って大体その単身世代で前2座を使って後ろはエマージェンシーだったりとかすると思うので、そういう用途で言うともうバッチリだと思います。こんな感じ。違えた。こんな感じです。落ち着きますねちょっと起きてるなっていう感じは否めないですけど、しかもちょっとリクライニングはしなさそうではあるんですけれども、もう用途を考えたら私は正直この車を買う時に後席がリクライニングがしなさそうって言って車のネガティブポイントにはならないタイプ乗る人はちょっと我慢してねみたいなで感じではあります。いやしかしでもこの切り立った感じも腰のサポートは悪くないので、両親後ろに乗せたりとかするのは十分だと思います。なんて言ったってね、小さいですけれどもリアのドアもありますし、ちゃんとね4ドアのクーペになっているっていうこのボディラインの美しさとこのデザインと、ボディラインの美しさと機能性の両立っていうのも完璧になされてるかなと思います。やっぱ白いシートいいですよね。車買ったら自宅で簡単コーティングシラザン50。はい、というわけで今日はこちら BMW の220グランクーペ M スポーツご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。この後にはですねこちらの 1.5 リッターの方のガソリン、それから2リッターの直4の方のディーゼルと試乗をお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひねこの3本まとめて見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。